前回のあらすじ。漫画が超好きなウマ娘奇跡は彼女の走りに惹かれたトレーナーと出会う。そして自分が出走する模擬レースへ彼を誘ったのだった。このメンバーよく集まったな。ダービー3着の里のクラウンに今年デビュー予定の英才里のダイヤモンドもいて、まさに風格があるメンバーですよ。大丈夫ですよ。昨晩から目も冴えてますし、不安もありますけどワクワクもずっとしてますから。この状況はまるで漫画の引きみたいで期待するでしょ。奇跡はこの強敵をどうやって倒すなんて。まだ契約を結んでないウマ娘も走ってるみたい。でも厳しそうな位置取り考えなしに走れるのは若さね。目の前にいるのはスパートが得意な強敵ばっかり。成功法で前方に一度っても負けの王道展開になるだけだったら、まさかの策で驚かせるしかない。強者を動揺させて隙をつけ、主人公の勝利につなげてみせろ。賭けのこの一撃に逆転のフラグを引き寄せるんだ。末足勝負だ。牽制し合う2人の間から抜け出す。動揺させて対応される前に勝ち切る。駆け抜けろ私。センターカラー級の大盛り上がりを始めるんだ。そしてあれ追いつけ追い越せ。いけるでしょ私。いや発着。違うじゃん。主人公だったら勝ってそれで。くっそー。やっと混ぜてもらった模擬レースだったのに。相手とは力の差があるって分かってた。でもどうしてもって頼んで実現させてもらったレースだった。だって見せられると思ってた。見せたいと思ってた。私が最高に面白いレースで主人公になる姿を。私にワクワクしてくれた、私の読者になってくれたあなたに。なのに実際は逆転劇も何も始まらないつまんないレースで何もワクワクさせられなくて情けな。では3週間後に再戦でよろしくお願いします。
う一度トレーナーさんに。お、よかった。トレーナーさん、今度私再戦するんでまた見てくれませんか？次こそは絶対面白いレースにしますから。勝って私がレースの主人公になりますから。だって主人公が動かなきゃ物語は始まらない。私が夢を追わなきゃ走る先に勝利がない。悔しがったままじゃいられないんです。漫画の主人公ならリベンジくらいしないと。私はきっと主人公になれる馬娘です。私俺ににあなた君のの手伝いを手伝いをさせさせてくれなてくれないいか。